いや、どうもどうも。日曜の朝からちょっと小難しい話かもしれないけどさ、ニュースとか見てと GDP がプラス成長とか GDP がマイナスに転じました。なんて言葉、よく聞かねえか。日本の景気が良いとか悪いとかそういう話の時によく出てくるやつだよな。あれ、一体何のことだかちゃんと説明できるかって言われると、意外とってなっちまう人も多いんじゃないかな。この GDP、正式には国内総生産って言うんだけど、まあ簡単に言っちまえば、日本っていう国の中で1年間とか一定の期間に新しく生み出されたものやサービスの儲け、それを付加価値って言うんだけど、それを全部合計した金額のことなんだよ。例えばだ、パン屋さんが小麦粉を仕入れてパンを作って売るだろう。その時小麦粉の値段よりパンの値段の方が高いよな。その差額がパン屋さんが生み出した価値で、これが GDP の一部になる。他にも自動車メーカーが車を作って売ったり、お医者さんが診察したり、俺たちみたいなサラリーマンが会社で働いて製品やサービスを生み出したりするのも、全部日本の中で新しい価値を生み出してるわけだから GDP にカウントされるんだ。レストランの料理も、技業者さんのカットも、それから最近だと動画配信みたいなネットのサービスなんかも、みんな含まれるんだぜ。じゃあ、なんでこの GDP ってのがそんなに大事にされるかっていうと、これが国の経済全体の規模とか元気度を示す一番わかりやすい物差しだからなんだよな。GDP が大きいってことは、それだけ国全体でたくさん物やサービスが作られて、たくさんお金が動いてるってことだから、この国経済的に元気だなって判断できるわけだ。それに、去年の GDP と今年の GDP を比べて、どれくらい増えたか減ったかっていうのが、よく聞く経済成長率ってやつだ。これがプラスなら景気が上向いてる。マイナスならちょっと景気が後退してるかななんて見方をするんだよな。だから政府の人とか会社を経営してる偉いさんたち、まあ俺も端くれだがこの数字の動きに一喜一憂するわけよ。家計に例えると分かりやすいかもしれないな。家族みんなの1年間のお給料とか、もし副業やってたらその稼ぎとか、そういうのを全部足したのが、その家の家計総生産みたいなもんだと考えてみるよ。それが前の年より増えてれば、今年はちょっといい暮らしができるかななんて思うだろう。国全体でそれをやってるのが GDP ってわけだ。ここ群馬だって、いろんな工場で製品が作られたり、農家さんが美味しい野菜や果物を作ったり、温泉地や観光客がたくさん来てお金を使ってくれたりするだろう。ああいう経済活動一つ一つが積み重なって日本の GDP を押し上げてるんだよな。だるま作ってるのも、こんにゃく作ってるのも、みんな日本の経済を支えてる立派な活動なんだぜ。ただ GDP が大きければそれで万々歳かっていうとそう単純でもねえんだな。例えば国の借金がものすごく多かったり、一部の人だけがめちゃくちゃ儲けてて、多くの人はそうでもないみたいな貧富の差が大きいと GDP の数字は良くても、俺たち庶民の実感として豊かになったなとは感じにくいかもしれねえ。それに GDP はあくまで経済的な豊かさの指標だから、環境がどれだけ綺麗かとか、みんながどれだけ幸せを感じてるかみたいなことは直接は測れないんだ。まあ、それでも国内総生産 GDP ってのは、日本経済全体の健康状態を示す大事なバロメーターみたいなもんだってことだな。これが増えていくってことは、国全体が活気づいてる証拠だし、俺たちの仕事とか給料にも回り回って良い影響が出てくると期待したよな。ニュースで GDP の話題が出たら、日本全体でどれだけ稼いだかって話か。で、去年と比べてどうなんだくらいに思っておくと、世の中の動きがちょっと面白く見えてくるかもしれないよ。